では、第6項を始めます。第6項ではですね、表情についての講義となっております。大きく3つに分けると、この、いろいろな表情を描く。次に、漫画符号を使う場合と使わない場合の話。最後に、シチュエーションから表情を考える場合の話。大きくね、この3つに分けて、解説しながら書いていきます。表情っていうのはですね、キャラクターを描く上でかなり重要で、その表情一つで、そのイラストの印象を決められるほど影響力があるので、いろいろな表情を描けるようになると楽しいのでおすすめです。ではですね、まず様々な表情を描いてみましょう。その様々な表情といっても、これは喜怒哀楽、この4種類、これをベースにですね、考えるととてもやりやすいです。喜怒哀楽、喜び、怒り、悲しみ、楽しみ。この4種類をですね、まず書いてみて、ここから表情を派生させていくイメージでやります。わかりやすくですね、キャラクターの顔だけ描いて試してみましょう。しっかりね、顔を描かなければいけないわけではないので、この下の段のね、棒人間みたいなところに表情を描いていくっていう方法でも大丈夫です。はい、では、喜怒哀楽の喜から描いてみましょう。喜びですね。ニコッと笑ってる感じで分かりやすく描いていきましょう。最初からね、複雑な表情を描こうとすると難しいので、分かりやすいところから始めていきます。ニコって笑ってる感じですね。はい。だいたいこんな感じですかね。次はですね、怒り、怒ってる時ですね。静かな怒りとかでもいいんですけど、分かりやすくデフォルメして怒ってる表情にします。何も同じキャラクターで表情を描かなければいけないわけではなくて、全く眉毛が太くなったりとか、目の下にほくろがあったりとか、そういう風にキャラクターを一つのキャラクターに固定しなければいけないというわけではないので、ここも自由に描いてください。なんか機嫌が悪そうな感じですね、これで。すごくね、この2つを描いてわかるところがこの眉毛ですね。眉毛の部分がすごく動いてるんですよ。喜びの場合だったらこの眉毛がハの字というんですかね、アーチ状になっていて、怒りの場合だったら眉間にシワが寄っていたりとか、眉毛がつり上がっていたりとかですね。鼻はそんなに変わってないです。ほとんど変わらないですね、鼻は。次はですね、悲しみですね。喜怒哀楽の哀ですね。これもわかりやすく書きます。眉毛がこの、ハの字で、しょんぼりしてる感じですね。
何があったのでしょうかと。そういうことも考えるのが楽しいですね。なんでこの子が怒ってるのかとか、悲しんでるのかとか、喜んでるのか、そういうことも考えながら書くと、頭とね、手のいい訓練になると思います。楽ですね、最後。4つ目。これはですね、喜びとあんまり変わんないんじゃないかと自分は思ってます。喜びほどの派手な感情表現ではなくて、ゆったりした感じというか、ゆるい感じですね。はい。かなりイラスト的に、漫画的にデフォルメされたものなんですけど、4種類並べるとこんな感じですね。特にね、後々話す漫画符号、エフェクトの使用はしていないんですけど、こんな感じでキャラクターの感情を表現していく感じですね。さらに派生してね、エフェクトを描いたりとか、色を塗ったりするときに、また表情の印象をね、インパクトを強くする方法があるので、それはその際にお話しさせていただきます。そうですね。そうそう、この下のね、デフォルメされた棒人間にも表情を描いていきましょう。こっちの方がシンプルに描きたいですね。喜び、怒り、悲しみ、楽、楽しみ。はい。もうこれぐらいシンプルでも、なんとなく表情が伝わるっていうのが大事なんですね、見る人に。でですね、例えばですね、表情にもフェチズムがありますね。自分が好きな表情。例えばですね、赤面しているとか、キャラクターがね、キャラクターが全くの無表情で、そういうのがいいっていう、そういった表情のフェチズムがあって、まずはですね、その自分の好きな表情を描いてみて、そこから派生させて、様々ないろんなね、表情を描いていくといいと思います。例えばこの怒りのキャラクターに頬を絡めてみたりとか、悲しみのキャラクターに頬を絡めてみると。今やってるこのね、頬の線も、後々お話しする漫画符号に関わってきます。漫画符号ですね、これは。はい。こんな感じでね、並べてみると、印象がこう結構違うんじゃないでしょうか。はい、このままですね、漫画符号のお話をさせていただきます。漫画符号を使う場合と使わない場合のお話なんですけど、まずはですね、さっきから漫画符号って言ってるけど、それは何ぞやという話なんですけど、漫画符号っていうのは、感情を表現したりする記号ですね。エフェクトのことですね。汗。これはわかりやすい漫画符号なんですけど、こういうふうに、キャラクターが汗をかいていると、困っているとかね、暑いとか、苦しんでるとか、仕事をしているとか、そういう状態を表現できると思います。漫画符号はね、すべて組み合わせなので、組み合わせによって喜怒哀楽、それ以上の感情を表現するように、便利な記号ですね。イライラマークですね、これは。
血管とかが浮き出してる時の、怒っている時の、それをイラストとか漫画的にデフォルメされたものなんですけどね。これで言うと、縦線ですね、こういう。さっきよりも悲しみが増したというか、もうこれ一発でわかるようになりますね。で、この漫画符号っていうのを、先ほども言った通り、組み合わせて、わかりやすく感情を表現、表情を表現するっていうのは、面白いと思います。ぜひ試してみてください。ただね、あんまり漫画符号を書きすぎると、どういう感情なんだろうっていうのがわからなくなるので、できる限り1種類に絞った方がいいですね。多くても2種類、3種類。斜線と、この頬の斜線と汗とか。